の日集まったのは600名余り。そしてこの席では勝を偲ぶ映像が流された。次々に映し出される勝の勇姿。静まり返った会場内ではそれぞれの胸の内にそれぞれの勝心がよみがえっていた。一度にああいう俳優は生れてこないんじゃないかと思いますが、それほど素晴らしい男でした。確かにああいう俳優さんはもう二度と出ないだろうなっていうふうには思いますが、悔しい。私も役者でございます。一番最初に、会った時にはですね、冬の海という座頭市を作るということになって呼ばれていきました。心で芝居するっていうことを直接教えてもらったような気がして、勝新太郎監督主演最後の座頭市の出演者として渡哲也さん、小林専務、舘ひろし君、安岡力也君と私石田裕也というメンバーでした。六畳一間の隠しはあるのだが、このメンバーには狭い和室に通され、乾杯の後突然勝さんは「おい携帯を貸せ」というなり、渡さんに向かって「鉄頼みがある」と一度、玉緒が鉄の口なしの花が大好きだと言っている一曲歌ってやってくれ。カラオケをつけろ。イントロが始まりました。渡さんはすくっと立ち上がり、携帯電話に向かって口なしの花を歌い始めました。イエイ。ワンコーラスが終わると勝さんが携帯を取り、玉緒、本物の鉄が歌ってくれてるんだぞと言いました。鉄ありがとうと勝さんみんなで力いっぱい拍手しました。あれから渡哲也という男を本当に好きになりました。勝新太郎という男を本当に本当に好きになりました。本日がお忙しい中、長時間お時間を勝新太郎のためにお割きくださいまして本当にありがとうございました。この6年間の間に時々私も朝目が覚めますと一人ふっと「あ、そうだ、今日パパを起こさなければいけないんだ。あ、そうだ、今日はいつ帰ってくるんだろう。今日はいないけどいつ帰ってくるんだ」。時々今でもそんな時がございました。その時「あ、そうだ、もう主人はこの世の中にいないんだな」。そのうちになぜか知らないうちに顔は笑いながらちょっと涙することが多々ありました。そんなともすればくじけそうな時に今日いでの皆様方、そして今日いらっしゃらない方でも来たくても来られなかった方々、大勢の方々に見守られながら私親子さんに生きることができました。これからも私は勝新太郎の妻として、また奥村家の嫁として奥村家を絶やさないよう親子3人で頑張ってまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。中村玉緒の胸には今も勝新太郎が生き続けているのである。そしてこの日、玉緒は勝の眠る元を訪れた。うわあ、まだ誰かが大体ね、こうやってお花をよくね、どなたかわかんないんだけどしていただいてるんですよ。玉緒は月に一度必ずこの場所を訪れる。今日は7回忌の報告でございます。
その心の内はどんな思いで秘められているのだろう。なんかここへ来て帰りが楽しい、なんかすっきりした気持ちでね、そんな言ってこうメソメソするわけでもないけど、いろんなことを報告して、これから自分がやろうとしてることとか、そういうものは言わなくても分かってるでしょみたいなねことを言うわけだから、あんまり頼み事っていうのは疲れるというようなことを聞いたことがあるから、それよりも見ててくださいみたいな、本当にね楽しくなって帰るんです。明るくてなんかこう楽に気が楽になって、とっても気持ちがいいんです。嬉しい。玉緒はカスとの語らいを名残惜しんでるかのようだった。四回忌を迎えた今、玉緒には行きたい店があった。それはある料理屋だった。どうもいらっしゃいませ。どうも久しぶりです。お元気ですか。この間はありがとうございました。もう7回忌ね、家に住んで飾っていただいてますね。がんになるちょっと前のそうですね、これね一番好きな写真。実はこの店は勝が20年来通ったゆかりの場所。玉緒は7年間勝の匂いのする場所は近寄れなかったという。やっとその、パパさんのとこへのみんな行ったとこへ行こうかな。すぐやっぱりあまりにも強烈、勝はビールにテキーラを混ぜたこの特製ドリンクを好んだ。最初パパが作ってあげる先生がいつもお飲みになってたビールなんです。それでこれが先生が大好きなハラスで、そうなんですよね。これを少し召し上がって残ったのでご自分でお茶漬けを。これがね、私なんかかぶって食べるけど美味しそうに大事にいただきます。僕は先生がいつも、大事に食べるんですよね。先生が最初退院なさる美味しい。3日か4日ぐらい前に事務所で僕先生とお会いできたんですよ。でその時に初めて先生が味がなくなったっていうのを30分ぐらい先生の部屋で話して「お前俺はね今味がないんだよ」と食べ物大好きな先生がね味がなくなったって思っただけでもう本当申し訳ないけどもうワンワン泣いちゃいました。本当にあまりにもかわいそうでね。そしてバズ茶漬け。食べることが大好きだった勝は鮭のハラスで作る茶漬けをこよなく愛した。わさびを入れまして多いんですよね。それで死ぬほど熱いお茶をこう切って、それでこれが先生の美味しいというかね、やっぱりパパさんがもっと食べたかったな。その痛みを癒すのに7年の歳月を費やした玉緒は勝のことを少しずつ語り始めた。座頭市が一気にダーってなってくるじゃないですか。もちろん頭も反っての。でこの辺の時どうでした？一番最初はね、座頭市はなんで生まれたかっていうのは、主人は雷蔵さんはすごく2枚目だったんです。でその頃はああいう役が主役になれなかったんで、それが当たったんだけど、実はもう勝新太郎なんていう俳優はいらないと。だから坊主でももうそのまま頭のああいう役をもう当たらなくても次の新人を育てようと思って OK したのが当たったんです。座頭市が当たると思ってなかったわけです、誰も。関東軍が満州鉄道を爆破し
事実上日本が軍国主義へと転換した昭和6年、後の勝新太郎こと奥村敏夫が奥村家の次男としてこの世に生を受けた。父は3代にわたって続く名門杵勝流の長唄の家元、母は由緒ある料亭常盤楼の娘と恵まれた環境に生まれた。そして3つ違いの兄勝は後の和歌山富三郎。2人の性格はまるで正反対。勝は両親の言うことを聞く素直な子供、一方敏夫は好奇心旺盛なわんぱくを絵に描いたような性格だった。こんなエピソードがある。まだ言葉も発せられない赤ん坊の敏夫が父の三味線の音を聞きつけた。よちよち歩きの敏夫は三味の音に引きつけられるままに一段一段登っていくのだが、段を踏み外し額をパックリ割る大怪我をしたのだが、本人は泣くどころか笑ってまた登ろうとしていたのだ。人を驚かして笑っている敏夫に母はまるで役者みたいな子だと。負けん気が強く兄の勝に対抗心を燃やした敏夫。勝が箸を持ち食べ始めるとおっぱいを飲んでいた敏夫もちゃぶ台に向かいご飯をわしづかみで口に運ぶ。そして勝がやめると敏夫も食べるのをやめるという具合だった。正反対の性格の兄弟だが2人は近所でも評判の仲良しだった。5年生になってもおねしょをする敏夫に同じ布団で寝ていた勝は一度も文句を言わず新聞紙を敷いてやっていたという。仲良し兄弟、それは八重子が3人目の男の子を流産しもう子供ができないことを2人が知っていたことと無関係ではないだろう。2人は生涯にわたり公私の多くの場面で助け合っていくこととなる。家族の愛に囲まれのびのびと育つ敏夫。そんな奥村家は何一つ曇りない家庭に見えたのだが、梨園の世界に見られた浮世の世界、奥村家も一般の家庭とは違った。それは父勝藤寺の遊び。すれ違いざまつい振り向きたくなるような器量で遊び歩いた。江戸っ子は酔い越しの銭は持たねえと言いながら祝儀袋を空にしてしまう。子供への三味稽古だけは休まないものの帰りは3、4日で一晩だけだった。一方八重子は芸のためなら仕方ないと黙認した。しかし募る寂しさを抑えられず敏夫を連れて勝藤寺の勤める歌舞伎座の楽屋を訪れるようになった。皮肉にも父の遊び癖が敏夫と芝居を対面させることとなった。好奇心旺盛な敏夫が歌舞伎座の芝居に引き込まれていったのは当然のことだった。ちょこまかと楽屋裏を歩き回っていた敏夫にいつしか指定席ができていた。それはミスと呼ばれる舞台袖から芝居に合わせて歌や三味の音などの音響効果を入れる場所だった。敏夫は舞台全体が把握できる場所を自然に選び自然に芝居を学んでいった。この少年の日々が後の俳優勝新太郎の礎を作ったことは言うまでもない。時は昭和16年、風雲急を告げ開戦による軍国主義一辺倒の世の中は殺伐とし始めていた。そんな頃5年生になった敏夫は相変わらず学校をサボり芝居ばかり見る生活を続けていた。ある日のこと、ランドセルを置き玄関を飛び出そうとする敏夫を父が厳しい口調で呼び止めた。父は日本が大変な時に学校をサボっている理由を詰問した。芝居が好きなことを熱心に話す敏夫に対し父は怒ることなくこう言った。戦って人殺しするよりは人々を楽しませて生きる方が偉いわな。好きにせえ。敏夫は喜んだ。叱られると思ったのに好きなことをしていいと言われたのだ。中学進学後も敏夫は芸事のみを勉強と置き換えていった。終戦から3年、まだ混乱のやまない昭和23年、父に6歳から長唄を習っていた敏夫は師匠のお披露目を行い杵屋勝丸と名乗った。父親譲りの筋入りですでに父の大稽古を務めるまでになっていた。そして遊びの方も父親譲り、お弟子さんたちからの月謝は全て銀座通いで消えた。
この時わずか17歳。しかしその腕は後に人間国宝を打診される父勝藤寺の血を正確に受け継いだ天才的なものだった。この曲は水の流れ、勝が一番好きだった曲。幼少時代より培ってきた経験と技は銀幕のスター勝新太郎となってからも色あせることはなかった。晩年には兄との共演も実現させた。和歌山の奏でる歌方との旋律は人々を大いに魅了した。もはや戦後ではないと日本中が好景気に沸いた昭和29年。この年22歳の敏夫は大きな決断をすることになった。その類いまれな才能で兄と共に父の道を踏襲すると思われていた敏夫だが、幼い頃から感じていたあることが心の底でうごめいていたのだ。長唄は梨園の世界では所詮裏方、喝采を受けるのは舞台の役者なのだ。ならば俺も表に出たい。長年思い続けた感情はもう抑えられないものへと変わっていた。ほどなく敏夫は映画界の門を叩くこととなる。時を同じくして敏夫は父と兄の3人で親善公演のためアメリカへ渡っている。海外旅行自体が日本人にとって珍しかった当時、好奇心旺盛な敏夫にとっては特に刺激的な体験となった。その中で敏夫は後の役者としての生き方を見出す運命的な出会いをしている。ジェームス・ディーンである。来年にはトップスターになると紹介された同い年の青年敏夫は半信半疑だった。日本で映画スターといえば白塗りと決まっていたのに、この青年はカメラの前でもボサボサ頭でジーンズも汚れているのだ。しかし驚いたのはリアルな演技だった。あんな男がスターになるのか。勝の役者人生に大きな影響を与える出会いだった。俺はアメリカでこう三味線でこう行っててね、撮影助言の人でジェームズ・ディーンに会ったの。でこういうとこがこんなあってね、寝て起きたみたいな頭でね、それでこの聞いたらその案内する人、あの人が来年のビッグスターになると。飲んで眼鏡かけて下見たら草履履きみたいなところになれるかなと。俺も映画になるのかな。新聞に出るにはだね、やっぱりそういう映画になるか石川五右衛門になるかしかないでしょう、その頃。最初にして最後となった親子旅行。勝は晩年こう回想している。この楽しさを思う時、俺はどんな辛いことにも耐えていけると思った。時々この時のことを思い出すんだ。帰国後敏夫は大映からデビューすることが決まった。映画界のドン永田正一率いる大映は新興の映画会社ではあったが大ヒットを連発。さらなるスターを集めようと各界から大型スター候補を募集していたのである。ちなみに同期は歌舞伎界からスカウトされた市川雷蔵だが、この時同じ新人ながら雷蔵と勝とでは格の違いがあることをこの時の勝が知る由はなかった。そして勝は意気揚々と上洛する。映画俳優勝新太郎として迎えるグランクイーン。しかし前日祝杯を挙げ二日酔いで撮影所入りしたあたりはいかにも勝らしい。記念すべきデビュー作は花の白虎隊。役は会津藩士の一人であった。勝はこの時自分に置かれた厳しい現実を知ることとなる。なんと同じ新人の市川雷蔵はいきなり主役だったのだ。それに引き換え勝は名もない脇役。役ばかりかギャラも待遇も大きな差をつけられた。移動の際黒塗りの車に乗ろうとした勝はスタッフに怒鳴られた。
それは市川さんのだ。お前のはあっち。スタッフが指さしたのはバスだった。長唄では師匠と呼ばれた男が、ここではその他大勢だった。経験不足は仕方がない。しかし雷蔵だって新人じゃないか。努力や才能ではどうしようもないこの格の違いは、杵勝の息子にとって屈辱そのものだった。撮影は雷蔵の切腹シーンを中心に進められていった。そしてこのシーンのどこかでふて寝を決め込み、本当に寝入ってしまった勝がいる。最も多くの勝作品を撮った田中徳三監督は当時をこう振り返る。雷蔵は初めからそのスターに候補で大はスターにしたいっていう思いで歌舞伎から引っ張ってきて、でかっちゃんの場合はキャメラテストを受けて入ってきて、で花の白虎隊でたまたま雷蔵の映画第1回作品に脇役にちょっと毛の生えたような形でかっちゃんが出てきた入った。でたまたま僕がその時のチーフ助監督やってたんです。で裏方の評判がね、主役の市川雷蔵よりなんかチャカチャカした威勢のいい男をあれちょっと面白いでっていうのが裏方の、それがかっちゃんなんですよ。動き回ってましたからね、かっちゃんが。勝は脇役ながら評価を得、少しずつ主役の座が回ってくるようになる。しかし大映が雷蔵を2枚目スターとして前面に押し出していくことに変わりはなかった。白塗り2枚目スターが全盛の当時、彼らとの差は埋めようがなかった。第一主役とはいえ雷蔵たちはカラーだったが、勝は未だ白黒映画専門だった。勝は個性も出せず、白塗り剣士と3枚目の役柄ばかりをこなす日々を続けた。構いません。勝ってくださればそれでいいんです。そうまで喋られたら走れんじゃないか。帰れ。帰りません。決定しろ。どうだ、俺とお前は今まで何一つ勝負がついてない。この遠足を機会に2人で思いっきりやってみよう。そんな日々に勝は決して腐らなかった。どんな役にも本気でなりきった努力が勝を役者として確実に成長させていたのだ。そしてこの頃勝は恋をした。歌舞伎の名門成駒屋中村鴈治郎の娘玉緒であった。ほぼ同時期に大映入りした玉緒は撮影所内のアイドルだった。2人は「カンカン虫は歌う」で初共演。勝は玉緒の愛くるしい笑顔にのぼせた。それは勝が初めて女性に抱いた心のときめきだった。初めてでもね、勝新太郎さんに会った時っての覚えてらっしゃいます？同じ新人だったんですよね。ですから同業者なんだけど、そこには撮影上でやっぱり紛争したすごい2枚目の勝さんっていう感じで、うわーこんな綺麗な人がいるのか。それから何本かして「カンカン虫は歌う」っていう歌があって、それの妹に出してもらったのが初めて。それからその共演の中でだんだん良くなっていったんですか？ね、よくなったんだけど、もう諦めほんで他にも勝新太郎が好きだっていう人がたくさんいるから、全然私は恋をできないと思って。で主人も錯覚を起こしたのは、いつも相手役させてもらうと最後に「ありがとうございました」って今でもそうですけど、カウスボタンとか主人だけにあげてるわけじゃないんだけど、それで自分が本当に恋をしたかなと思ったのは、ベルリー映画祭と行ったんですね。その時にお土産を買ったんです。海外のお土産なんて大きいですよ。でそれでやっぱりだからそこにも海外行くと初めて思い浮かべたんです。が雷蔵との差が一向に縮まらないことが原因だった。事実雷蔵はデビューからトップスターであり続けていた。どうすれば銀幕の世界で頂点に立てるのか。勝は一人もがき苦しんでいた。そんな折勝は歌舞伎のテレビ中継を目にした。それは戯曲家として高名な宇野信夫の作品「不知火兼業」であった。
盲目の主人公は極悪非道な悪の権下、さらに救いようもない結末が描かれたストーリーに勝は目を見開いた。俺なら演じられる。俺はこの作品に役者人生をかける。勝は社長の永田に直訴した。完全懲悪こそ映画だという永田も勝の熱意に心を打たれた。誰が何と言おうとシアヌイ兼業はやるで。役者勝新太郎のスター街道が開けた瞬間だった。何としても成功させたい、そう念じる勝に妙案が思い浮かんだ。どうせ得体の知れない悪役の映画だ。現場では台本を飛び出して自分勝手に動いてやろう。そうすれば次に何が飛び出すかわからないからみんな不安になるだろう。不安は緊張感を生む。いい映画になるかもしれない。しかし台本を無視する勝はわがまま役者のレッテルが貼られることにもなる。昭和35年9月、役者人生をかけたシアヌイ兼業は公開された。杉の市でございます。杉の市、お前が兼業になるっていうのか。万が一そんなことにでもなった暁にはな、わしは井戸中逆立ちをして歩いてやるぞ。今日ここへこうして参るだけで随分苦労しました。私の難儀を察してどうかお頼み申します。ねえ奥様、可愛い弟御様が生きるか死ぬかの瀬戸際でございましょう。さあおかけなさい。金5両、右借用塚祭り候こと実証なり。いい匂いだな。キャラの香りだな。人間出世さえすりゃちっとぐらい悪いことしたって分かりゃしないんだ。師匠夫婦片付けちゃってくださいよ。なんだと？師匠がいなくなりゃ私が2代目知らねえ兼業だ。これでわしもとうとう世の中で一番高いところからお召しを受けることになった。俺たちで師匠を殺してやった。どうすれば師匠殺し、師匠殺し。うるせえ。おバカ野郎。それまで映画といえば正義の味方が常識で悪人を描いたシアヌイ兼業は当たるはずがないと陰口を叩かれていた。しかし勝の体当たりの演技は人々の心を捉え大ヒットを記録した。この映画で勝は一流の役者としてその地位を確立することになる。生まれながらにして持っていた役者魂は勝を日本一の銀幕スターへと突き進ませていく。そして勝はこの頃からある試みを始めている。観客はどの場面で息を飲み笑い泣くのか、それを観察するために劇場に足を運ぶようになった。大い確実な初日ではなく封切り後しばらく経ったバスへの劇場にはリアルな反応があったという。後に天才と称された勝だったが、それは努力の賜物でもあった。だから結局知らない兼業が一つのポイントできっかけで、なんか今まで隠された勝新太郎の才能というかそういうものが一挙にもう吹き出した感じで、
でパパパパッとそのスターになっていったと。一方玉緒との交際は順調に進んでいた。けじめのない男と思われたくない、そんな気持ちからか勝は毎晩必ず10時までには家に送ったという。それは隠し飼いとされた歌舞伎の大御所成駒屋を意識しての意地だったのかもしれない。そんなある晩勝は玉緒に言った。東男に京女っていう言葉を知ってるかい。相性がいいんだよ。これが勝のプロポーズの言葉だった。それである時に主人のお家でデートしたらとっても恥ずかしい、こっち向かないんですね。ね、まだ座頭市やってないから、そしたらね、ここがね丸く剥げちゃったんです。神経剥げになっちゃう。それ玉緒さんのことで主人がみたいですよ。神経剥げになっちゃってね、ちっとも半月ぐらい経ったらね見ないんです。で一緒に叩いてそれでお父さんに、私は一番うちの中でも鴈治郎で偉いもんで、鴈治郎あんたという人は玉緒さんぐらいだって、あんたねっていうぐらい、その父を勝さんが来たら結婚したいって言ったら「うん」って言ってよって「うん」って言ってたんです。それなのに主人と二人きりに合わせてどうだったって言ったら「いや僕は知りまへん、女房に聞いてくれ」とこう花嫁の父になっちゃった。勝さんにしてみればすごい天衣無縫ね。玉緒さんはお嬢さん、もう周りから見てもこれ難しいぞと、それはお父さんもお母さんももしかしたら大英のね当時の永田社長も考えたかもしれない、そういう部分があったから余計あれだったのかな。反対。そうなんでしょう。ただね父がね許した言葉がね、職業が分かってる、相手の素性が分かってるしなって言ったんです。ああ、なるほど。というのは、きっと芸能人は芸能人って分かってるっていう言葉がもうすぐ今になったら印象に残るんですよね。この年勝は任侠道を守り通す情に熱い朝吉という主人公を演じた。もはや勝の個性は銀幕の世界に欠かせないまでになっていた。おんとらに恥かかされて黙ってるわけにいかんのじゃ。足腰たたんほどどつきましたら。悪名は朝吉が民谷次郎を演じるモートルのサラという兄弟分を得てヤクザ世界をのし上がっていく物語。さだ、ねえねえ。仲良しの兄弟でええやないか。そして朝吉の妻はこの時まだ結婚をしていない玉緒が演じている。ああ、びっくりした。どこを突き歩きゃ分からへんね。かまい、何も言わんといて。男気にあふれた勝とドライで現代青年の民谷とのコンビ。その面白さが前面に出た悪名は爆発的なヒットとなり、以降16本も制作される人気シリーズとなった。そして2人の友情も生涯固く結ばれた。続々とヒットを飛ばす勝は一気にスター街道を駆け上った。この時の出演料はなんと500万円。サラリーマンの初任給が3万円のこの時代、まさに破格のギャラであった。ギャラこそがスターの実力を表す世界において、勝はいつの間にか他のどのスターでさえも到底及ばない場所に位置していたのである。もはや格の違いどころか紛れもない日本一の役者となった。クジャクの間には2000人が招待された。史上最高のおしどり夫婦誕生と報道されるほど大いに祝福された。そしてその前夜にもドラマはあった。勝は玉緒の部屋を訪れ、もう両親への挨拶はしたのかと冷やかしに来ている。恥ずかしいからしたくないという玉緒を叱りつけ、こうやるんだと三つ指をついて
挨拶の手ほどきを始めた勝は感極まって泣き始めてしまったという。玉緒は勝の優しさがじんと伝わり、幸福の絶頂にいることを実感したと振り返っている。人間味あふれる勝の魅力を如実に語るエピソードである。それでまあ結婚式になりますね。これもなんか2回に分けての披露宴がすごいたくさん来て2回に分けたんですか。その座頭市っていうのは頭を剃らなくちゃいけないから、みんなが頭を剃る前に結婚式をやろうじゃないか。それで2回になったわけ。ほんで京都は皆お世話になってるからっていうので、もう丸坊主になって京都でやった。それが2回。そうなんです。絶えずやっぱり絶えずその作品とね、そうなんです。重なり合わせながら。でもちょっとね、大変不吉な予感がしたのは、富士屋ホテルへ、そう2人でね、新婚旅行へ。そしたらそこから京都へ帰る時に、もう指輪しますでしょ。そしたら容疑者だから主人は気持ち悪いんで、朝顔洗う時に指輪を外して容疑者で顔洗って、もう忘れてきちゃってるんです。それからちょっともう着いた時には指輪がなかったと。ほんでその前の結婚式に私の指輪が入らなかった。それはですね、昔サイズを測る時、今やったら何サイズで分かるんだけど、お母さんが作ってくださったんで小よりでこう測った。そして私はそうろと測ってるのに、主人はギュッと締めたからやね、きつくて入らない。そやけども縁起が悪いからギュッと入れたわけですよ、結婚式の時に。そしたらここが青くなる。でもその頃から不吉だった。もう指輪騒動という。なるほど。新婚旅行は2泊3日の箱根だった。和歌山富三郎こと兄の勝が運転する車で3人は箱根入りした。宿泊先は箱根を代表する名旅館富士屋ホテルだった。その記録はこうして丁寧に保管されていた。ここでも勝はいかにも勝らしいエピソードを残している。部屋に入りしばらく3人でくつろいだ後、和歌山は2人を気遣いそっといなくなった。お兄ちゃんどうしたんだろう。静かすぎる空間が勝は苦手だった。この後沈黙が続き、重苦しい雰囲気が漂い始めた時のこと。勝はおもむろにサイコロを取り出し、チンチロリンを玉緒に教え始めたのだった。新婚前夜、史上最高のおしどり夫婦はこうして夜を明かしたのであった。新婚の夜になりますね。これどうでした？新婚の前にですね、そのご飯を食べますね、富士屋。そしたらね、もう全然静かなわけですよ。ね、永田さんが取っていただいたんだけど、でこうやって取ってカチャンとこういうのも音がするぐらい静かなあれだから、富士屋ホテルで素晴らしいところ。ほんで2人で食べたらね、寝に行こうと思ってエレベーターに乗ったらうわっと大きな声出すわけですよ。たまらんってこんなとこは。私はそういう静かなところにいたかったんですけどね、主人は合わなかった。それで丼がありまして、丼を一つ持ってきまして、チンチロリンというのを教えてもらった。第一夜ね。すみません、ちょっとチンチロリンありますし、本当役者さんたちとか皆さんよくやってますけど、それを新婚旅行の初めてのに教わったんですか？教わった。近いから帰って。どうでした？だからいつ寝るのかと思う。2人はこの町でデートを重ね、新婚生活を送った。中村玉緒はここ京都に思い出探しの旅に出た。もう主人は江戸っ子さんなんだけど、京都が大好きで、よくこのすぐそばのホテルに泊まってましたから、よくこう双眼鏡で「玉を見てみ」って言って、ここにアベックさんがぴっちり5メートルぐらいずつにうまくなるんですね。それを見に行こうっていうので、ホテルからすぐここへ降りて、で座らなかったけど、2人で歩いたんですよ。その時ぐらいですね、
ちょっと手をつなげたのは、それも照れくさくてすぐ外しましたしね。結婚した時無免許だった。それですぐ私が妊娠しましたから、だんだんお腹が大きくなるにつれて、一人で夜撮影所終わったら免許を取るんだ。で生まれたらその免許を取った車で産婦人科へ迎えに行きたい。そして通ったんですよ。その一人目に迎えに来てくれて、親子3人で長女を乗せて堂々と運転して、私の里へ帰ったのが、そういうのが楽しいというかね、こういうのが結婚生活かなって。でもやっぱり京都は私にとってふるさとだし、主人の愛して、そして俳優としても撮影場の雰囲気というのは東京よりも京都が多かった。京都はどうしても私たち夫婦にとって夫婦の絆を作ってくれたのが京都。玉緒の目には一体どのシーンが思い出されたのであろうか。勝さんの腕に正美ちゃん、玉緒さんの腕に武弘ちゃん、それぞれ喜びを胸いっぱいに膨らませての楽しいひとときを過ごします。正美ちゃんもこの可愛らしい弟の出現にちゃめっ気たっぷり。お姉さんとなる日の心もとなさと嬉しさを可愛い手つきで表現しています。人一倍小煩悩の勝さん。正美ちゃん一人の時代にも行く旅先々からお土産を欠かしたことがないとのこと。今度は2人分のお土産をたくさん買ってくることでしょう。正美ちゃんをお庭のプールに入れて、この日ばかりはすっかり我が世の春。スクリーンに見せる座頭市や朝吉親分、次郎長親分がまるで嘘のような優しいパパぶりの一日でした。勝は小煩悩な反面、しつけには大変気を使っていた。よく出かけた遊園地でも勝新太郎の子供という意識を植え付けないようきちんと列に加わった。こうした子供たちとのひとときが勝を奥村敏夫に戻らせてくれたのだ。勝さんはそういう子育てとかね、そういうことはどうでした？娘が3年生、はい、子供が武弘が巌流太郎が1年生に入る直前にですね、インターナショナル入れたいと。ああ、そうそうそう、国際、そうそうそう、はい、はい、その理由はよく外国好きだって言った時に、カウンターである親子を見たら、坊やがパパパパッと英語でお父さんのことを全部書いてたんです。ああ、これからは国際的に英語ぐらいはっていうので、でもその頃だとちょっと私たちがおかしくなったんじゃないかって言われる頃だったけど、今から考えるとああいう事業参加とかあるでしょう。はい、そういう時はどうでした？この画用紙にネクタイを書いて、それを子供が書いてお父さんにやったフォークダンスと、それから大体言ってましたよ。それからですね、日曜日は必ず全国の遊園地へ行きました。それで「勝さんどうぞ」って先に入れてもらう。それはダメだと。子供心に特別扱いはされると思うから並べ。そしてある日ね、すごいぐるぐるぐるっと、これは子供が乗れないわけです。そしたら2人でグッと乗った。いや、やっぱりパパ子供が見て「いや私やっぱり怖い」降
俺だって怖いと。でも子供たちがパパって尊敬してるんだから、俺だって怖いけど乗らなくちゃしょうがない。2人で怖い怖いって言って乗ったことぐーっと回されてね。それはもう子供さんの教育上もですよ。そうですそうです。これお父さんとしてきちんと。とかやって2人で見てるわけですよ。そして私怖いからやめるって言ったら、俺だって怖いと。一方、子供たち2人は父勝新太郎をどう見ていたのだろう。何でも喋れる親子だったんで、私もうちの弟もアメリカンスクール行ったんですね。それは父が決めたことらしいんですね。でも物心ついた時にはもうアメリカンスクールに行ってたので、ですから父も英語で喋ってくれたり、何でも喋りやすい父でした。人に対する思いやり、あと心から接すること、心がなかったらコーヒー一杯持っていくのでも、まずいコーヒーでも心があったら美味しいんだっていう、みんなに優しくしていた父、そしてみんなに好かれた父、そういう父が好きでした。小さい頃はですね、すごい厳しくて、とにかく僕弱い子だったんですよ。喘息持ちで。だから帰ってきたらまずなんていうんですか、一つの教育をして、洗面器にお水をためて毎日その洗面器の中に顔突っ込まれたりとか、もう夏休みが一番怖いんですよ。とにかく水のあるとこばっかし行くから、もう水の中にね、なんていうんですか、投げ飛ばされたりね。だからそういう意味ではすごいスパルタっていうか、男の子にしてあげようっていうような、はい、僕アメリカンスクールセントメリーっていうところに行ってたんですけど、PTA のパーティーとかがあった時にどっかで親父が飲んでたらしいんですよ。そしたらあ、そうだ、今日うちの息子の PTA のパーティーだと。それで銀座かどっかで飲んでたんですかね。6人ぐらい女の子を連れてきちゃったんですよ。物心ついてからなんか普通の話してても芸の話になっていっちゃうんですよ。普通に食事しててもこれはいい小道具になるなとか、絶対芝居に何か最後は芝居の話で終わるんですよね。座頭市物語が公開。盲目のヤクザ一に勝は役者としての才能と情熱を集結させた。もしやお体が悪いんじゃないですか。権力を重ねきて弱い庶民を虐げる奴には俺の仕込み杖が黙っちゃいねえ。裏街道を歩くヤクザ者だが、世の筋道を通す一は第一作で天地茂演じる平手美紀と対する。断ってきますけどね、一の命はそう安くは折れねえよ。出入りになるやもしれんというな。肺を病む平手とは同じ肉体的な弱さを持つ者同士の友情が生まれるが、都政の義理から戦わざるを得ない状況となってしまう。矛盾が生む哀愁が医師と平手の対決に盛り込まれ、映画史上に残る名シーンが生まれた。平手さんが。先生は笹川の助太刀に来ました。なんだって。笹川の親分が鉄砲で一さん撃つんだと言ったら、わしが受けるから鉄砲はやめにしてくれって。覚悟して生きなすったか。座頭市、貴公を待っていたぞ。旦那、病気だっていうのになんてことするんです。余計なことを言うな。見事だ。つまらんやつの手に
かかるより気候に切られたかった。さあこいついっぺんやってくんね。バカ野郎！何した？何が嬉しいんだ？何がめでてんだ？俺たちヤクザはな、ご法度の裏街道を行く年なんだ。いわば天下の嫌われ者だ。それだけにな、それだけに何事も年への筋目を通さなくちゃならねえんだ。それをてめえはお天道様へ大きな面向けやがって大手を振って歩いてやがる。お化け野郎。座頭市は時代のニューヒーローを生み空前の大ヒットとなった。座頭市物語のルーツはある一冊の本、下沢寛の書いた随筆集である。物語の冒頭、座頭市という盲目でありながら居合抜きの達人という強烈なキャラクターが描かれていた。勝は衝動に駆られた。この位置で今まで世界にない映画を作ってみせる。しかし持ち味のリアリティを追求すればするほどある壁にぶつかった。なぜ見えないのに切れるのか。魅力的なキャラクターを前にして演技の限界を認めるわけにはいかなかった。勝は藁をもすがる気持ちで合気道の大家上柴森平を訪ねた。上柴はこう言った。上柴は見ようとしないで五感で感じ取れと諭した。こうして座頭市最大の見せ場は完成した。勘兵衛さん、もう誰もいねえのか。そっちから風を起こしてくれなくちゃ当たりがつかねえんだよ。おい、座頭市は俺に切らせろ。この時の敵役は実の兄和歌山富三郎。新東宝からデビューしたものの大ヒットに当たらない兄に勝がそっと渡り船を出したキャスティングだった。兄さん、おめえそんなに俺が憎いのか。当たり前だ。殺してやるぞ一。これを食ってやっぱ俺の死はめちゃめちゃだ。かっちゃんうまいんですよ、立ち回りは。ご覧のようにね。だけどね、うまい中にね、ただ相手を切るっていうだけ話でね、かっちゃんの立ち回りの中にはね、座頭市の持ってるね、悲しみみたいなのね、相手を切る悲しみ、それから絶望感、恐怖、そういうもんがこうにじみ出てるんですよ。勝の役者魂が乗り移った市。驚くことに原作は
わずか10ページのものだった。その世界を映画作品26本、テレビ作品100本が制作されるまでの作品に仕上げたのである。勝が育てた座頭市は史上最高の映画ヒーローの一つとして今後も数えられるだろう。そして勝は自らもメガホンを取った。こうして座頭市シリーズはテレビ舞台と表現を変えながらも勝のライフワークとなっていった。勝の映画は香港をはじめとするアジアのアクション映画に影響を与えたばかりか、ハリウッドにもその名を轟かせた。あのフランシス・コッポラ監督は勝に会うため来日している。当時勝プロダクションに所属していた松平健に当時の様子を教えてもらった。それはもういろんなゲストの方が見えて、それがこう指導してる姿って大変ね、優しくもあり厳しくもあり、すごいんですよ。芝居に入るともうこう集中しちゃうんですね。こう自分がこう監督してて芝居やってますよね。そこでこっち小道具がちょっとこう物を取ったりする音があると「こら静かにしろ」とか言って「こっち芝居ができねえ」とか言うんですよ。だからすごい緊張ですよね。緊張感の中で結構芝居やってましたね、皆さん。勝が経営する芝居学校勝アカデミーに通った小堺一樹もこう語る。僕なんかと話してくれる時でも全部直結してるんですよね、お芝居ってものに。で車に乗ってでも歩いてる人で話一本作れるだろうって、あのおばちゃんなんか今日うつめて今日お父ちゃんと喧嘩してきたんで、お父ちゃんで「何とかこの女誰よ」みたいな自分で作っちゃうんですよ。だから全部そうなんですね。だからそういうのは役者バカと言うんでしょうね。だが制作された。サラリーマンに絶大な支持を得たこの映画もまた大成功を収める。陸軍二等兵大宮喜三郎、これが小さい。陸軍二等兵大宮喜三郎、まだ小さい。もう一度。陸軍二等兵大宮喜三郎、小さい。もう一度。陸軍貴様態度が大きいぞ。第二次世界大戦直前の中国大陸を舞台としたこの作品、勝は二等兵大宮喜三郎に扮している。規律厳しい縦社会で自由奔放な大宮喜三郎は上官に嫌われ日々乱闘を起こす。そんな中、田村隆弘扮するインテリ上等兵の有田とは次第に絆を深め友情を育む。二人のコンビネーションは非人間的な陸軍の中で痛快に生き抜いていく。内臓はめちゃくちゃにしてもいいが血は出させんなよ。自分を見捨てるんですか。そりゃ釣れなかろうぜ、上等兵殿。座頭市悪名に続き兵隊ヤクザもシリーズ化された。シリーズ映画を3つも成功させた例は勝の他に見当たらない。昭和42年、勝は大きな賭けに出た。勝プロ設立。現状に甘んじることなくさらに貪欲に映画に取り組みたいと決断したのである。自分の作りたいものを作る。それが社長勝の方針で資本金の知識すらないままに立ち上げたという。設立2年後に公開された「人斬り」、幕末に暗躍した殺し屋岡田伊蔵を描いた作品である。共演は兄弟と呼び合うほど心を通わせた石原裕次。独立しなければ実現しない夢の共演だった。テレビの普及で映画産業が斜陽と呼ばれる中、勝は一人気を吐いていた。必ずその勝プロでこうロケすると損して帰るっていう、勝プロのロケはロケーションっていうんですね。で前監督さんが撮ったやつを言ってどういうふうに撮ったんだって話になって、気に入らないとまた全部撮り直しなんですよ。で頭から撮って自分がこう
出てくっていう、それとかも現場で台本見て「あこれ書き直し」っつってすぐ書き直すんですね。そのホテルに近所のホテルに泊まり込みなんですよ、そのライターの人が。だからそれできるまで待ってるんです現場で。しかし時代にあがらうことはできず、勝プロも次第にテレビ制作に移行していく。ところが勝にとってはテレビもまたテレビ映画であった。だからね、俺いつも思うの、そのね映画作る時に自分のその性質になればね、セリフね出てきますね。今俺は漢字がダメよ、そういう漢字だとか横文字はダメなんだけど、ひらがなだけで喋るんだったら俺はいくらでも本書いてあげる。そんな矢先、イラン人からもらったアヘンを隠し持っていたことが発覚する。アヘンっていうのがね、法的にいけないと言われた時に、それは勝さんとして法的にいけないっていうところまでね気が付いてない。気が付いてなかったと。気が付いてない。結果、人気を博していた新座頭市は放送中止の事態となる。さらに黒沢映画影武者で主役が決まるも交番事件が起こってしまう。俺は黒澤明だぞという形で俺は嫌なんだと、俺がダメだって言ったやつはダメなんだと言ったら、俺は勝新太郎だぞっていう形もふっと俺にも出ちゃうんだよね。とても逆にその勝新太郎がですね、その瞬間に黒澤さんが俺と五分になっちゃったわけだよね。そういうことは嫌なんだって言っちゃったから、まるでつまり隣町内の崖大将とこっちの崖大将とが張り合っちゃって、お前が嫌だと言ったら俺が嫌だと、こうなっちゃったよね。勝の黒沢映画での武田信玄役に勝は意気込んでいた。誰よりも映画を愛する男のこの時の虚無感は計り知れない。勝アカデミーの授業に来る日だったんですよ。でまず来ないだろうってことになって、こんな大騒ぎしてんだから、そしたらいらっしゃいまって言うんで、そしたら次は僕らの監視はそれを本当に話してくれるだろうかと、その時のことを。いや俺たち話さないだろうってことになってたんですけど、まあそんなことやっちゃいけないんだけど、その日の飲み代をルー大柴と一緒にかけましてですね、話したらいくらとかでいらして、みんなもう気持ちはそっちの方にあるんですけど、勝さん最初は普通の芸談をずっとしててくれて、そのうちにそういう方ですから察するんですよ。みんなが聞きたそうな顔してたんですよ。でその時に勝さんがおっしゃったのは、俺もし自分の私服を着てたら謝ったって言うんですよ。で黒沢さんの組っていうのはもうリハの時から鎧だったら鎧で着てやりますから、でその勝さんのバースに持ってきてやめてくれって言った時に、勝さんは武田信玄なわけですね。で勝さん言うに、俺は朝から武田信玄でいるんだよっつって、で俺私服の勝新太郎か奥村敏夫だったらどうもすいませんって言うんだけども、朝から俺はもう武田信玄に黒沢ごときが何を言うんだみんながやめろってことになっちゃったって言うんですよ。もう私たちはうちの中が影武者なんですよ。で私は試写会、私はいつも着物だから洋服あつらえてたんです。いまだにその洋服持ってるんです。真っ白いドレスで行こうと、そのあれは捨てきれずに、だから友ちゃん一回見せてって言うんだけど、今も持ってるんです。ああそうですか。じゃあ結局はまあ言ってみれば仮縫いとかそういうのはしたけども、その後着てないんですか。はい、着てません一回も。そのぐらい楽しみに。この頃勝は急速に変わりつつある風向きを肌身で感じることとなる。膨れゆく経営赤字、勝は映画を続けるため資材を投げ打つことを余儀なくされた。玉緒に送った宝石までも会社の担保に差し出すほかなかった。だが昭和56年9月、その甲斐も虚しく勝プロは倒産した。8000万でもって契約ができたら、これは5000万で作ればいいところが、それは僕はできない。なぜだったら自分がラッシュを見るから、自分で絵を見るから。だからあんたは社長としてはダメなんだと。例えばロケーション行ってもそうだ。融資一つ取るにしても、あの融資はダメだなと、雲が入ってきた。じゃあ明日にしよう。今日は中止しよう。今日はロケーションだと。ロケーションじゃなくてロケーションと。
何も賞を取ろうとかそういうことはないけど、ある程度のところまでは頑張ってやってんだなというところを、それを取るか、ああ勝プロはあれでもって随分金残してったなと、よかったな、さあどっち取るかの時に私は金残してったなっていう方じゃない方を取っちゃった。経営者としての勝新太郎というところから見ると、勝さん自身どうだったと思いますか？ダメですね、ダメだ。勝新太郎は負けないと、この12億と戦って負けないと、やる、必ずやる。勝は当日まで金策に走ったという日本一のゲラを取る男が無一文。この時勝は1個の腕時計すら持っていなかった。倒産から5年、勝は大河ドラマ「独眼竜政宗」において秀吉役で出演。圧倒的な存在感を見せつけた。再び役者としての輝きを取り戻したかに思われたのだ。勝は自らその可能性を絶ってしまう。今後こういうことが起きた時にはもうパンツを履かない方がいいんだな、お父さん。もうこれからパンツ履かないようにして座るで。 CM も映画も全て中止となった。玉織はまさに寝耳に水の事件だった。真相を知りたいのに勝はなぜか帰国せず連絡さえ取れない。玉織にできることといえば代わりに世間に対して謝ることしかなかった。玉緒はひたすら謝り続けた。申し訳ございません。空白の1年、勝は謎の行動について一切明かすことはなかった。夜テレビを見てたんです、そしてもしもしってかかってきて、今日はお母さんの日だろって言うわけです、母の日にかかってきた。そしたらもう帰ってきたらあれも言いたいこれも言いたい怒ろうというのが泣いちゃったんですよね。それでそのどっかの店からかかったんですね。そのハワイ待てよって、ちょっといっぺん切って、それからまたマンションからかけてきたんです。ハワイでね、その裁判を待ってる時に、僕はずっとだから他の人が分からなくて密着してたわけですよ、そこでねいきなりなんですよ。俺は今日泣きたい、泣くんだ、おおって泣くんですよ。で僕そばにいたんです。でこのサングラスにいつもかけて、そっからポロ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 涙をね、でなんと俺はバカなやつだと。要するにせっかくねその映画が決まりコマーシャルが決まった時にこんなことをやって、うわでそれは全部覚えて、その次なんですよ。もうね玉緒はねいつも謝る姿しかないんだでずっと言うわけです。もう何度も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 謝ってるって新聞でなんか出るから、それを言うんですよ。で本当にそのね玉緒には申し訳ない。そういうその私には一回も謝ってもらえなかったし、何にもないんですよ。だから多分ね、あれは僕そばにいて、あそうなんだ、要するにこれ直接ね、今初めて、だからと思います。で建前もあればいろいろある、だからそういう中で多分だから本当はもしかして電話で言いたかったんじゃないですか。絶対言いたかったと思う。1年以上にわたり身を隠した勝。それは愛する妻にだけは見せたくなかった自分の弱い姿を隠したつもりなのかもしれない。そして玉緒が電話を受けた日からちょうど1年、勝は同じ母の日に帰国した。勝さん、なんか一言。アカデミー賞だと思う。執行猶予4年っていうのはそういう一つのアカデミー賞をもらったような気持ちで、よしこれで明日からやれると。しかし判決から5日後のことであった。兄和歌山富三郎がこの世を去った。息を引き取ってから霊柩車を待つ間、勝は
兄の口に息を吹き込んでいたという。二人は60を過ぎても「おい敏夫、何お兄ちゃん」と呼び合う間柄だった。死の直前、和歌山はこう語っている。俳優としての敏夫は本当に素晴らしい。敏夫は自分の価値を知らない。そして4年後の平成8年、父勝藤寺が他界する。兄を亡くした今、せめて自分が見送ってやれたことが唯一の救いだった。四十九日の法要で勝は父の遺骨を口に運んだ。親父は俺の中に入った。だから俺はもう寂しくない。勝は後にそう説明している。この年、勝は本格的に活動を再開した。5月には玉音の舞台「夫婦善哉東男京女」を発表。この舞台は勝と玉緒の半生をコミカルに取り入れたもので、勝の新しい一面は大きな反響を呼んだ。母さん、こんにちは。こんにちは。早かったね。そんな格好で風邪ひかはらしいわ。大丈夫。いや、お邪魔します。俺の勉強しようと思って。お前、俺の。しかしこの時、勝は喉の異変に気づき始めていた。公演は成功を収め、全国へと展開していくが、その間も病魔は確実に勝の喉を蝕み始めていた。病名は下咽頭が余命3年を宣告され、タバコやめたっておっしゃったでしょ。タバコはね、やめてない。タバコは絶対やめたですよ。やめた。手術での可能性はあった。だが勝は喉の手術は役者生命に関わるからと拒んだ。お酒はね、ビールがうまいんだよな。ビールがね、どういうふうにうまいかってね、オレンジジュースみたいなうまさ。味が変わって味が変わっちゃった。私と2人で検査入院で泊まるようになってたんだけど、自分一人で行くって言ってがんセンターへ行って、それで泊まってくるはずが今から帰るって言って六本木の中華料理屋さんへ3人呼ばれて、で親子3人でこう書いたものがあって、バッと開けたら「下咽頭がんあと3年」ってで「残念、違うな、5年だな」って書いて、でこれをここ入れて中華料理をたくさん食べたんですよ。それがまあ親子4人の最後のたくさん食べた、それが8月で、あと3年っていうのが10ヶ月で命を落としたんですけど、もうお医者さんが年を越せるのは今年が最後だって。でそしたら僕の肩をこうやって抱いて、なんていうんですかね、いきなりおでことおでこをこうやってひっつけたんですよね。5分ぐらいずっとこういうふうにやってたんですよ。でパッて離したら親父の顔を見たら、初めて親父の目から涙一粒落ちたのが見えたんですよ。もうその時はね、今はもうだいぶあれですけど、何とも言えなかったですね。もうあの一瞬だけもう忘れられないですね。多分大丈夫かってお前は、俺はもう言っちゃうけど、まあ玉は大丈夫だろう、正美も大丈夫だと。多分悔いが残ってるのは、多分僕がやっぱり一人前になってないのを見てないのが、やっぱりすごく僕は親父が心配してるとこだと思うんですよね。
奇跡を待ってたんじゃないんでしょう。ですからあと3年って言ってももっと治る人もいるし、だから遺言も何にもなかったですからね。この痛みはいつも先生に聞いた時に「この痛みはいつまで続くんですか?」って聞いたこともあったし、でも毎週告知を私たちはされますから、家族は。亡くなる時って皆さんはだからご一緒だったんですよ。ちょっとおかしいっていうので全員で行ってで全員で見とったんですけども、何度も起き上がりました、ぐーっと。あ、そうなんですか。佐伯だったんですけども、すごい力で「寝てなさい」って言って。それ起き上がるんですか。ちょっと声が出なかったですからね、何度も起き上がって、それはしかし。で最後は目を私がそのつぶす時がこうつぶったら終わりだから、つぶってほしくなかった。こうね、やっぱり開いててほしかった。こうつぶったら終わりだったから。主人はこれからもやりたいことはたくさんあったと思います。そして男としてやらなくてはいけないことがあったはずです。でも病気に負けました。私は主人の1000分の1、万分の1しかやらなくてはいけないことを私にはできないと思います。でもできる限り一生懸命これからもやってまいります。勝新太郎は1万人のファンに送られながらこの世を去った。いよいよ出荷の時が来ました。ファンの方々手を合わせて、そしてすすり泣きの声も聞こえます。拍手が起こりました。と結婚したい人でした。主人が死んでから主人のお友達たちが私たち家族をすごく心配してくださってる、それがなんか、主人がやってるような気がして、でも今なんか死んでからいつも顔を写真の方を見るとすごく自分に近づいたみたいなね。なんか、死んで遠くへ行ったはずなのに、そして七回忌のパーティーで流された秘蔵テープには勝から玉緒へのメッセージが残されていた。まあ本当に30年間玉緒にいい思いをさせたことはあんまり覚えてない。嫌な思いをさせたことはよく覚えてる。でもそれが何年何月何日に、嫌な思いさせたかってそこまでこう手帳に記してないけども、きっと玉緒の頭の中に、それはあるだろう。でも30年間一緒にいて、玉緒以外の人と一つ屋根の下でこう一緒に過ごす人のことを想像したことはない。ねぎらいなんてないよ、俺は玉緒に対して。今のままずっと行くんだから。ただ今初めて苦労かけたわけじゃないから、ねぎらいなんて言葉言ってた時は大変だもんなあ。でもまあこれだけの芝居もうまいし女優さんなんだから、最後まで
女優さんとしてのそのあれを全うしてほしい。全てのから受けた苦労も何もかもそれを自分の体験にしていい芝居作る。芝居がうまくなった。それは俺と一緒にいたおかげだと俺は思う。長いことご苦労さんなんても言えないしね。だけども本当にありがたいとは思ってるよ。今船出が近づく玉緒は現在持ち前の明るさを生かしテレビで大活躍をしている。頑張っている姿を見せることが勝への供養だという。今年から出演している大河ドラマ「武蔵」でも堂々の演技を見せる玉緒。その成長ぶりはきっと勝の目に届いていることだろう。そして玉緒は最後にこう締めくくった。パパの理想に近い家庭を親子3人でいけます。見守ってください。心の決めたまに30数年の結婚生活の大半が俳優勝新太郎との生活だった。人を楽しませるために生きているような男でありながら苦労も同時に引き込んできてしまう男。それでも中村玉緒はそんな勝新太郎を愛した。生まれ変わっても勝新太郎の妻でありたい。そう語った玉緒の胸には数限りない喜びと悲しみが去来したに違いない。決していい夫、いい父親とは呼べなかった勝新太郎。しかしその男は間違いなくいい男だった。勝が歩んだ奇跡、それは勝が一生をかけて演じた一本の映画なのかもしれない。私には愛する平成10年第21回アカデミー賞で勝は日本映画界に貢献したことを称えられ会長特別賞が贈られた。映画のような勝新太郎の生涯に対する正真正銘のアカデミー賞であった。